老害と呼ばれる人が結構世の中多いですけど、老害になってしまう理由の一つとして、周りにイエスマンしかいないっていうのがあるんですよね。老害の怖いのはね、許されない瞬間は突然来るんですよ。老害について、老害というのは別に高齢者を悪く言っているわけではなくて、新しいものや他人の意見を受け入れられない状態や自分の意見を押し付けるような状態を言うのではないかと思います。だから老害は差別だという人もすでに老害なんだと思います。若くてもババアじじっぽい人いますよね。それと同じだと思うのですが、ひろきさんのご意見いただけますでしょうか。基本的には合ってると思うんですけど、ただ高齢者の方で考えが凝り固まっている人が割合として高いというのが事実なので、高齢者イコール老害率が高いというのもあって、そういうレッテルを貼りやすいっていうのもあるんですよね。で、若い人で考え変わりづらい人もいますけど、若い人の方が柔軟に考え変わる確率が高いので、あまり老害という言葉が使われないということな気がしますけど。正論って分かってても怒られるとその人のことが嫌いになるんですけど、どうしたらいいですか？まず自分の頭が悪いことを自覚した方がいいと思います。結局、その人が嫌いになるのは良くないなっていうのは自覚している点で、まだマシだと思うんですけど、ただ、間違ったことを正してくれる人を嫌いになって遠ざけてくれると、間違ったことでもいいよいいよ大丈夫だよとかって言ってくれる、本当にあなたのことを思ってくれてるわけじゃなくて、単に利用しようと思ってる人だけが自分の周りに残るようになるんですよ。老害と呼ばれる人が結構世の中多いですけど、老害になってしまう理由の一つとして、周りにイエスマンしかいないっていうのがあるんですよね。ノーを言う人とか苦言を言う人っていうのをどんどん遠ざけてしまうので、周りにイエスマンしかいないので、結果として何かやらかした時に、いやいや大丈夫っすよ、このまま言っても大丈夫っすよ、あいつらがおかしいだけっすよっていうので、間違った情報を吹き込まれて、結局間違った方向に位置づけてしまって、完全な老害になってしまうっていうのもあると思うので、なので今のうちからそこら辺はちゃんと意識して、自分のことをちゃんと、自分が嫌いになるだろうと分かってくれても怒る人っていうのは、ちゃんと身内として近くに置くっていう癖はつけておいた方がいいと思いますよ。誰にも会わずに死ぬっていうのであれば、それでいいと思うんですけどね。別にホリエモンの話はしてないぞ。母親と話してても老害と感じたのですが、私にどのような不具合が起きますでしょうか。老害認定したのは老後2000万円問題を言ったら感触を起こしました。人は老害になります。なので、約束を守らないっていうのが今後発生すると思います。なので、約束を守らなかったとしても、自分に害がないというポジションを取るっていうので、約束を守らなかったじゃないかって責めたとしても、別に意味がないんですよね。責めたからとして発生して行動を変えるかっていうと、もう変えられないんですよ、老害になっちゃうと。なので、この人がおかしなことをしたとしても、自分にデメリットがないっていう構造にするしかないんじゃないかなと思います。1日3食を食べてないし、そういう人多いよという話をそうにしたら、ちゃんと3食食べなきゃダメだと昔の固定概念をガミガミ言われました。先の研究で分かったことだとか本だとかいろいろ説明しても全く奇妙に違いません。認めたくはないけど、じいちゃんは老害ですか？こういう人にどんな対応をしますか？別に説得しなくていいんじゃないですか？なんで説得しようと思うんですかね。その人がそれを正しいと思ってるのであれば、あ、そうなんだ、へーっていうのでいいと思うんですよね。例えばじゃあ世の中にキリスト教徒の人とかイスラム教の人とかいますけど、神様っていないと思うよっていうのを僕説得する気全くないんですよ。本当に神様いたら、いやいやそんなひどいことしないっしょって思うんですけど、結構神様世界中でずっとひどいことし続けてるじゃないですか。だから仮に神様いたとしてもめちゃめちゃひどいやつだから信じんなよって思うし、で神様いないからそんなひどいことするんでしょって思ってるんですけど、とはいえただいろんな宗教を信じる人がいても別にそれをなんか僕覆そうとは思わないんですよ。あ、そう思ってらっしゃるんですね。ふーんっていうだけなので、3食食った方がいいよって思う人がいれば、あ、そう思ってるんですね。ふーんっていうので、その人の前では3食食えばいいし、そうじゃないってことは食わないっていうだけでいいと思います。話し合えば理解できるとか、話し合えば分かるって言ってる人って、基本的にはその物事を知らない人だと思うんですよね。ツイッターでも書いたんですけど、キリスト教徒とイスラム教徒が話し合いをして、どちらの方が正しいかって話し合いで答え出るわけないじゃないですか。学説とか、その科学的な事実であれば、じゃあお互いに研究をして、論文を発表して、で、どちらが正しいか証明をしましょう。実験をして証明しましょうとかっていう事実なんですよ。神様はいるかどうかっていう問題もあるし、その神様とやらは、イスラムの神なのか、キリスト教の神なのか、イエス・キリストなのかって、話し合いで答え出るわけないじゃないですか。で、どっちが正しいんだって結論出るわけないじゃないですか。もう出ないよねっていうのがもう2000年もかけてみんな分かったことなので、そういうのって答え出ないんで、そう思われるんですね。そうですね。はーいって言って終わりでいいんじゃないかなと思います。無神論者って世界中で 10% もいないんじゃなかったっけ？会社で老害にならないようにするにはですけど、絶対老害って言われます。物事がうまくいかなかった時や、じゃあこの人の言ってること信用できないし、よくわからんよねっていう時に、老害という言い方をされてしまいます。
例えば日本だと日本人だけの会社だとあんまりないんですけど、他の国の会社だとやっぱり外国人とかがいると、まあ所詮あいつは移民だからなみたいな、何かをレッテルを貼って否定するっていうのは必ず発生するんですよ。若い人だったら、まああいつ新人だしなとか、あいつ女だからなとか、あいつ性的マイノリティだからなみたいな、何か相手を否定する材料として老害というのも使われますっていう話なので、老害と言われないというのは無理っす。なので言われますよねっていうので自覚してください。老害の対処方法は苦笑いしながら生温かい目で見続けるで良いですか。はい。老害の人を治そうとか説得しようと思っても無理なんですよね。結局自分で考えを変える気のない人って、別に老害じゃなくても若い人でもそうだし中年ぐらいでもそうなんですけど、考えが変える気がない人を変えるのってものすごく難しいんですよね。強制力が使えるならいいんですけど、例えば逮捕するとか悪いことしちゃう人っているじゃないですか。犯罪をする人で、その人が犯罪しちゃいけないよって知らせるために逮捕したり刑務所にしたりみたいな仕組みがあるんですけど、薬剤屋さんだったら部下が変なことしたらぶん殴るみたいな感じで強制力を働かせるっていうのがあるんですけど、でそれができないとなかなか人って変わってくれないんですよね。で自分から変わる気になる人とか勉強する人であれば言えば理解してくれるっていうのはあるんですけど、老害だろうと赤ちゃんだろうと犬だろうと理解する気がない場合は強制力働かせなきゃいけないんですけど、強制力がない時はほぼほぼ人は学ばないと思った方がいいんじゃないかなと思います。会社の社長とかであれば給料っていうのをコントロールすることで多少考え方変えることはできるんですけど、ひろゆきさんがおっしゃったシンギュラリティが楽しみな一方、医療の発達とともに老害いなくなります。いや、老害増えます。医療が発達すると人は死ななくなるので、老害はより増えます。昭和の時代であればだいたい70ぐらいで人が死んだんですけど、なので60歳から老害になるとして10年で済んだんですよ。でも今もう80後半とかもできる時代なので、老害が25年間老害とかで居続けるんですよ。四半世紀ですよ。10年我慢すればいいやが、四半世紀我慢しなきゃいけないっていうのになったので、老害耐えなきゃいけないのは今後どんどんきつくなるんじゃないかなと思います。周りにだんだん迷惑をかけていくタイプの人は老害と呼ばれるんですよ。で、僕も多分一部老害と呼ばれているとは思うんですよ、きっと。っていう感じで年を取って人は楽をしているんですけど、でも成果出てんのがいつまでも許されると思うなよ。そうなんですよね。だからね、老害の怖いのはね、許されない瞬間は突然来るんですよ。なんとなく許されてるからこれくらいいけるんだって思って老人力ねがあるんだけど、突然許してもらえなくなるんですよね。アンジャッシュの渡部さんとか多分今までずっとやらかしてたんだと思うんですよ、多目的なんとかで。でも多分芸人が不倫をするとかってみんな当たり前だと思ってたし、おいおいいい加減にしろよって半笑いにしたじゃないですか。宮迫さんとかもいろいろ女の人の手出したりしてたわけじゃないですか。芸人が不倫をするのは良くないよねとは言いつつしょうがないよねっていうみんななんとなく許容してたのに、佐々木希さんの旦那だけは許さんみたいななんで今までなんとなく許してくれたんじゃないのみたいなのが、問題が佐々木希さんなのか多目的トレーナーなのか分かんないですけど、なぜか許容量ゼロになってるじゃないですか、アンジャッシュ渡部さんに関しては。っていう感じで突然みんな許容量ゼロになるんですよね。でそのタイミングは多分ね本人分かんないんですよ。僕もチャラチャラと遅刻してもひろゆきさんだからしょうがないと思いますみたいな、周りにイエスマンが来て僕がこれめんどくさいんだよねって、じゃあやっときますみたいなので浮かれた生活をしてますけど、突然どっかで僕も完全拒絶される時代が来ると思うんですよ。なので、老害に向けて、ずっと進んでるので気をつけたいとは思うんですけど、もう来てるかもしれないですね。いや本当だから気をつけないとまずいんだよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。